本日、2026年3月13日、私たちは文学史上不朽の金字塔として読み継がれてきたジョナサン・スウィフトの傑作、ガリバー旅行記について、その表層に隠された深遠な真実を解き明かす旅に出ます。1726年10月28日に匿名で世に出されて以来、300年近い歳月を超えて世界の読者の想像力をかきたててきたこの物語は、多くの人々にとって勇敢な戦意で見ゆえるガリバーが経験する色鮮やかな異世界での壮大な冒険譚として記憶されています。子供の国リリパット、巨人の国ブロブディンナグ、空飛ぶ島ラピュタ、そしてケンバ・フイヌムが統治するフイヌム国。これら奇妙で魅力的な世界での出来事は、確かに子供たちの好奇心を刺激し、彼らの想像力を無限に広げる力に満ちています。しかし、この広く浸透している認識は、アイルランドの聖職者にして期待の風刺家スウィフトが作品に込めた真の意図、その本質から大きくかけ離れています。彼のガリバー旅行記は、単なる夢とロマンに満ちた空想的なファンタジー作品ではありません。むしろ、それは当時のイギリス社会、さらには普遍的な人類の根深い愚かさ、社会にはびこる腐敗、政治の欺瞞、そして人間の尊厳を蝕むような堕落を、容赦なく、そして極めて鋭い筆致で告発する、紛れもない痛烈な風刺文学として構想され、執筆されたものなのです。現代、世界の諸遠隔地への旅行記、TRAVELSINTO、SEVERAL、REMOTE、ネーションズ・オブ・ザ・ワールドが示唆するように、その本質は18世紀当時のイギリス社会、政治、科学、そして人間という種、そのものに対する冷酷で痛烈な批判を込めた風刺文学であり、全4部構成による段階的な人間否定の物語です。ガリバーが訪れる国々は、単なる空想の産物ではなく、文明、道徳、理性を失った人間社会を段階的に投影する鏡として機能しているのです。当時の読者たちが異世界への好奇心を抱く中、スウィフトはこの人気のジャンルを逆手に取り、見慣れた日常の欺瞞を異質な舞台で鮮やかに暴き出すことで、読者自身の盲点を突くことを起としました。この深遠な作品を生み出した作者ジョナサン・スウィフトは、1667年11月30日、アイルランドの首都ダブリンに生まれ、1745年10月19日に亡くなりました。彼は人生の大半を聖職者として、また激しい政治的パンフレット作家として精力的に活動し、そのペンは常に社会の不正と人間の愚かさを鋭く指摘していました。彼が生きた17世紀末から18世紀半ばは、啓蒙主義の萌芽が見られ、理性が絶対的なものとして崇拝され始めた時代であると同時に、政治的対立、宗教的論争、そして科学技術の飛躍的な発展が社会に大きな変革をもたらしていた激動の時期でもありました。イングランドによるアイルランドの苛烈な搾取を目の当たりにした彼は、聖パトリック大聖堂の司祭を務めながら、植民地政策に対する激しい怒りを抱き、それが彼の批判的精神の基盤となりました。スウィフトは、当時の思想界を席巻していた啓蒙主義が謳う、人間の理性と進歩に対して深い懐疑を抱いていました。デカルト的な合理主義やロックの経験論が人間の理性を絶対視する一方で、彼は現実の人間社会に見られる野心、腐敗、裏切り、そして絶え間ない紛争を直視していました。ロンドンでの権力闘争に深く関わり、ホイッグ党からトーリー党へと転向した経験は、彼に人間の本質的な欠陥、すなわち自己利益と虚栄に突き動かされる姿を痛感させました。彼は人間を、理性的動物、ANIMAL、RATIONALE、とは決して呼ばず、せいぜい、理性を持ち得る動物、ANIMAL、RATIONISCAPAX、に過ぎないと定義しました。これは、人間には理性を行使する能力があるものの、多くの場合、感情や欲望、偏見に支配され、
その能力を正しく用いることができないという、スウィフトの冷徹な人間観を端的に表しています。この深い懐疑と批判精神こそが、ガリバー旅行記の隅々にまで浸透し、単なる冒険物語では終わらない、深遠なメッセージを作品に与えています。彼の人間観は、人間の堕落に対するアウグスティヌス的な視点とも共鳴し、理性だけでは救われない人間の根源的な弱さを暴き出そうとするものでした。スウィフトは自らが人類を憎み、ジョナサン・スウィフトを愛すると自重気味に語るほど、人間そのものの本質に対する根源的な不信感を抱いていました。彼は単なる娯楽小説を書き綴ろうとしたわけではありません。むしろ、当時の社会や人間性に対する彼の痛烈な批判精神こそが、奇妙で異様な世界を巡る旅行記という形を借りて、読む者に突きつけられたのです。1725年9月29日付の友人アレクサンダー・ポープへの書簡の中で、スウィフトは本作の目的を、世間を喜ばせる、DIVERT、ためではなく、世間を苛立たせる、VEX、ために書いた、と明言しています。この、苛立たせる、という言葉には、単なる不快感を与えるだけでなく、読者の自己満足や傲慢さを打ち砕き、人間性について深く再考させるという、精神的な外科手術のような意図が込められていました。彼は当時の流行であった実用的な、航海機の文体を徹底的に模倣しました。経度や緯度、船の構造、珍しい動植物の生態に関する詳細な記述、つまり疑似写実主義を用いることで、読者を物語の世界へと巧みに誘い込みます。しかし、それはあくまで戦略的な罠であり、読者がガリバーの報告を事実として受け入れ始めた油断の瞬間に、スウィフトは現実社会への強烈な風刺を突きつけました。過激な内容であったため、1726年の初版は架空の人物、レミユエル・ガリバーの名で匿名出版され、版元による無断の削除や改変が行われるほどの問題作であったことは、彼の作品に込めた風刺がいかに過激で、当時の権力者にとって不都合な真実をついていたかを示す証左です。物語がまとう表層的な冒険譚のベールを剥がせば、そこには人間の根源的な欠陥や社会の病理を赤裸々に暴き出す、痛烈な社会批評文学の本質が鮮やかに浮かび上がります。スウィフトのこの手法は、読者が自らの中に隠されたヤフー性を発見し、内省へと向かうためのある種の毒として機能したのです。外科医であるレミユエル・ガリバーが最初の航海で漂着したのは、身長わずか6インチ、つまり約15センチメートルの子供たちが暮らすリリパット国でした。ここでガリバーは、彼らにとっては文字通り巨大な存在として、当初は友好的なもてなしを受けますが、すぐにその社会の奇妙な慣習と不条理な政治にいやおうなく巻き込まれていきます。リリパットの人々は、その身体の小ささに比例して、その思考や争いも極めて矮小であるという皮肉をスウィフトは提示します。リリパットの政治は、白靴のヒールの高さ、すなわち、高ヒール派と低ヒール派という取るに足らない身体的特徴で二大政党に分かれ、長年にわたる血みどろの対立を続けていました。これは、当時のイギリスにおけるホイッグ党とトーリー党の不毛な党派争いを露骨に風刺しており、国家の本質的な運営よりも取るに足らない形式主義や党利党略に固執するようを揶揄するものでした。特に、当時のロバート・ウォルポール首相の権力維持のための党派政治が念頭に置かれていたとされます。また、宮廷の要職に就くためには、床に張られた糸の上を飛び跳ねる芸、つまり綱渡りの腕前が試され、その跳躍の高さによって地位が決まるという描写は、実力や知性よりも表面的なパフォーマンスや権力者への寵愛が重視される当時のイギリス国王ジョージ一世の宮廷における腐敗を痛烈に風刺しています。これは単なる比喩ではなく、実際に宮廷で綱渡りの余興が行われ、王が長身に褒章を与えていたという史実を背景にしています。さらに滑稽なことに、隣国ブレフスキュとの戦争は、
ゆで卵を太い方から割るか細い方から割るかという、これまた極めて取るに足らない論争、すなわち大箸派と小箸派をめぐって繰り広げられます。これはカトリックとプロテスタントの宗派対立や、イングランドとフランスの間の長期にわたる戦争、あるいは当時の英仏間の貿易摩擦といった些細な差異が国家間の大規模な紛争へとエスカレートする愚かさを鮮やかにギガ化したものです。スウィフトは人間がいかに些細な違いを理由に憎しみ合い殺し合う存在であるかを、この子供国の滑稽な描写を通じて浮き彫りにしたのです。ガリバーがブレフスキュ艦隊を捕獲してリリパットの危機を救い、一時は英雄と称えられますが、それでも皇帝や帝臣たちの歪小な嫉妬と陰謀によって、最終的には国家反逆罪の嫌疑をかけられ国を追われることになります。リリパットは、人間の虚栄心、権力欲、そして歪小な思考が引き起こす愚行を、まるで拡大鏡で覗き込むかのように私たちに提示し、現代社会においても普遍的な教訓を与え続けているのです。リリパットでの巨人としての崇拝と挫折の経験を経て、ガリバーが次に漂着するのは、彼自身が極小の存在となる巨人国ブロブディンナグです。ここでは、住民の身長がガリバーの約12倍、つまり約18メートルにも達し、ガリバー自身がわずか6インチの子供となることで、彼自身の視点から見た人間社会が徹底的に相対化されます。ガリバーは巨人たちの目から見れば、まるで小さな虫けらのように些細な存在として扱われ、見せ物として利用される屈辱を味わいます。巨大な侍女の乳房の毛穴や、巨大なハエの羽音と、ネズミとの格闘など、日常のあらゆるものがガリバーにとって脅威となります。この環境の中で、ガリバーはそれまで意識することのなかった人間の肉体的な醜悪さに直面させられます。巨人たちの巨大な顔には、毛穴や吹き出物、シワの一つ一つがはっきりと、おぞましいほどに生々しく見え、その肌は荒く、匂いは不快に感じられるのです。この描写は、ルネサンス以来のミクロコスモスとしての人間という思想、すなわち人間が宇宙の縮図であり万物の霊長であるという傲慢な自己認識を逆転させます。通常私たちが意識しない人間の身体の醜い側面を極端な拡大を通して読者に突きつけることで、人間が自覚している美しさや尊厳がいかに相対的で表面的なものであるかを問いかけているのです。ブロブディンナグの王は賢明で思慮深い人物として描かれ、彼がガリバーから遠いヨーロッパの社会や政治について聞かされたとき、その腐敗や絶え間ない戦争の歴史、そして小さな人間たちが築き上げてきた複雑だが自己破壊的なシステムを、害虫の巣とみなし、極めて軽蔑的な態度を示します。この賢明な王の視線は、当時の啓蒙思想が唱える、賢君の理想と、現実の君主たちの権力欲との乖離を浮き彫りにします。王は、ガリバーが誇らしげに火薬の発明とその軍事利用を説明した際、その恐ろしさに震え上がり、このような非人道的な提案をする者は人類の敵である、と激しく拒否し、二度と火薬の話をしないよう命じます。この場面は、科学技術の発展が必ずしも人類の幸福につながるわけではなく、むしろ破壊と愚かさを増幅させる危険性をはらんでいるという、スウィフトの深い懐疑を示しています。この体験を通じて、ガリバーは自らが属する人間の文明がいかに傲慢で自己中心的であり、そして真の理性や道徳からかけ離れているかを痛感させられるのです。ブロブディンナグは、私たち自身の視点を逆転させ、人類が普段目を背けがちな醜い真実と向き合わせる、スウィフト流の厳しい鏡なのである。ブロブディンナグを脱出したガリバーが次に訪れるのは、空中に浮かぶ島、ラピュータです。このラピュータの描写は、当時のヨーロッパで急速に発展していた科学、特にロンドンに設立された王立協会、ROYALSOCIETY、などの科学アカデミーに対するスウィフトの深い懐疑と批判を色濃く反映しています。ラピュータの住民たちは、数学、天文学、音楽といった抽象的な学問にのみ熱中し、
彼らの日常生活は理論と実践が完全に乖離した奇妙で非効率的なものとして描かれます。彼らは常に思索にふけり、空想の世界に生きているため、現実世界とのつながりが希薄です。彼らの目はしばしば髪型を見つめ、あるいは内側に向いており、会話をする際には隣に立つ召使いが持つ畑役、フラッパーと呼ばれる棒で彼らの耳や口を叩いて、ようやく現実の世界に意識を向けさせる必要があるのです。これは当時の知識人たちが現実から有利した抽象的な理論や無益な学問にばかり時間を費やし、社会の真の問題解決には全く貢献していない状況を風刺しているのだと言えるでしょう。王立教会の会員たちが空気ポンプの実験や錬金術的な試みに熱中し、時に奇抜な研究成果を発表していたことへのスウィフトの皮肉が込められています。ラピュータの真下にある広大な国バルニバービでは、その住民たちがラガド・アカデミー・オブ・LAGADO と称する科学研究機関で、例えば太陽の光からキュウリを抽出する研究や、排泄物から元の食物を取り出す研究、言葉を物質に変換する研究、大理石を柔らかくして枕にする方法、火薬を使わずに岩を爆破する装置の開発、盲人が色を識別する方法といった一見すると奇抜で無益にしか見えないプロジェクトが多数進行しています。これらの描写は当時の実験科学者が言ったとされる実用性の低い、あるいは全く無意味な実験へのスウィフトの痛烈な皮肉であり、科学が社会から有利し自己目的化する危険性を警告しているのです。知識が実生活に役立たず、ひいては社会の貧困を解決しないどころか、無駄な資源を浪費するようは、現代にも通じる警鐘となっています。また、グラブダブドリブ国では、死者を召喚する魔術師たちの助けで、ガリバーは歴史上の偉人たちの真の姿、例えばカエサルやアレクサンドロス大王が歴史書に描かれた姿とはいかに異なるかを知ることで、歴史の記述がいかに勝者の都合によって歪められているかを痛感します。これは、歴史が常に権力者によって再構築され、伝説や神話が真実を覆い隠すという歴史修正主義の方がを指摘しています。さらに、ルグナグ国では、不死の存在である、ストラルドブルグに遭遇するが、彼らが不老不死であるにもかかわらず、肉体的、精神的な衰えから悲惨な存在と化している描写は、人間が持つ不老不死への根源的な欲望がいかに空虚で無意味であるかを痛烈に示しています。永遠の生が必ずしも幸福をもたらすわけではなく、むしろ老いと苦痛を永遠に引きずるという絶望的な生の有限性の美学を逆説的に問いかけているのです。スウィフトは、これら一連の旅を通じて、人間の知的好奇心や権力欲、そして死への恐怖がいかに人間を愚かで惨めな存在にするかを浮き彫りにしています。ガリバーの最後の航海は、最も衝撃的で、人間の本質に対するスウィフトの最も痛烈な批判が凝縮されたフイヌム国での経験です。この国では、驚くほど高度な理性と倫理観を持ち、秩序だった平和な社会を築く、フイヌムと呼ばれる馬たちと、その対極に位置する、ケムクジャラで醜悪な姿をし、貪欲で暴力的な野蛮人である、ヤフーに出会います。ヤフーは姿形こそ人間によく似ていますが、全身はケムクジャラで不潔であり、知性のかけらもなく、貪欲で暴力的な本能の塊です。彼らは、糞便を投げつけ合ったり、無意味に互いを争ったり、金銀の輝きに異常な執着を示し、あらゆる悪徳の象徴として描かれています。これは、ルソーが提唱する、高貴な野蛮人、象への痛烈なアンチテーゼであり、文明化される以前の人間が持つ醜悪な本性を暴き出そうとするスウィフトの意図が明確に見て取れます。フイヌムは、ヤフーを理性を持たない下等な動物として扱い、家畜として利用しています。フイヌムの社会は完全に理性によって統治され、嘘偽りや不誠実といった概念が存在せず、感情的な動揺や個人的な欲望に支配されることはありません。彼らの理性
は、アリストテレス的理性主義やストイック主義を極限まで推し進めたものであり、人間が理想としながらも決して到達できない境地を示しています。ガリバーがフイヌムに、自分もヤフーと同じ人間であることを告げたとき、フイヌムは信じられないといった様子で、ガリバーが衣服を着用し、より清潔であるという表面的な違いを除けば、本質的にはヤフーと変わらないと判断します。この出会いは、ガリバー自身の人間性に対する根源的な問いを突きつけ、自らが属する人類が理性的で高潔なフイヌムから見れば、いかに野蛮で嫌悪すべきヤフーと変わらない存在であるかを痛感させられるのです。スウィフトは、理性と知性を自慢する人間が、実際には感情と本能に突き動かされ、醜悪な行動を繰り返している現状を、フイヌムという理想的な鏡を通して厳しく批判しています。フイヌム社会での滞在が長くなるにつれて、ガリバーはフイヌムの理性的で平和な生き方に深く感銘を受け、自らの属する人間社会、特にその欺瞞、虚栄、暴力、そして不条理な慣習に対して、かつてないほどの嫌悪感を抱くようになるのです。彼はフイヌムに倣い、人間の言葉や感情、そして肉体的な接触さえも忌み嫌うようになります。彼にとって、衣服をまとった人間は、ただのヤフーが表層的な仮面を被ったに過ぎない存在へと変貌してしまうのです。ガリバーの精神は、フイヌムの純粋な理性の光に照らされ、自己の人間性が持つ根源的な欠陥を直視した結果、その歪みに耐えられなくなったのです。最終的にフイヌム社会から理性を持ち合わせたヤフーは危険であると判断され追放され、故郷イギリスに帰還したガリバーはもはや人間社会に適応することができません。彼の精神は完全に変質してしまい、家族との再会さえも拒絶し、妻や子供たちをヤフーのように見なし、彼らの匂いや姿に耐えられず失神するのです。彼は家族と同じテーブルで食事をすることを拒み、厩舎で購入した2頭の馬と毎日数時間会話を交わすことで精神の平安を保とうとし、人間社会から完全に精神的に孤立する痛ましい結末を迎えるのだと言えるでしょう。このガリバーの狂気は、単なる精神異常ではなく、真実を知ってしまった者が避けられない、疎外と孤独を描いています。彼の故郷での行動は、彼自身の人間性がフイヌムの尺度によって、再定義された結果であり、パスカルの人間は考える足であるという認識の脆弱性にも通じるものです。フイヌムの国は人間が理性的な存在であるという当時の啓蒙思想の根幹を揺るがすスウィフトからの痛烈な問いかけであり、理性を過信する人間が陥る傲慢とその果てに訪れる自己破壊的な嫌悪感を見事に描き出しているのです。ガリバー旅行記が今日2026年3月13日においてもなお読み継がれ、そのメッセージが色あせることのない普遍性を持つのは、スウィフトが描いた風刺の対象が特定の時代や社会にとどまらず、人類が持ち続ける普遍的な欠点、すなわち傲慢さ、愚かさ、偏狭さ、そして理性への過信に向かっているからであると言えるでしょう。作品全体を通じて、スウィフトは人間の愚かさを以下のカテゴリーで鋭く解剖しています。まず、虚栄心と傲慢です。子供国リリパットの皇帝が、地球の端まで届かない程度の身長でありながら、宇宙の恐怖を自称する滑稽さは、自己認識の歪みと過剰な自尊心を風刺します。これは、個人の能力や地位と無関係に、権力や外見によって自己を過大評価する人間の普遍的な傾向を映し出すものです。次に、権力欲と党派心です。靴のかかとが高いか低いか、または卵を太い方から割るか細い方から割るかという些細な違いで命がけの戦争を繰り返すリリパットの非合理性は、形式主義やイデオロギーに固執し、本質的な問題解決を怠る政治の病理を暴き出します。権力が常に些細な違いを理由に対立を生み出し、社会を分断する人間の性を示唆しているのです。さらに、知識の誤用と空疎な知性です。ラピュータに見られる
現実の生活を改善するためではなく、ただ詩弁にふけるための知性やラなどアカデミーでの無益な研究は、知識が実用性から有利し、自己目的化する危険性を警告します。これは真の知が社会の福祉に貢献せず、むしろエリート主義的な傲慢さや無駄な資源の浪費につながることを批判しているのです。また、身体的、道徳的腐敗も描かれています。巨人国ブロブディンナグでガリバーが目撃する、巨大な人間の皮膚の不潔さや乳がんの描写を通じた肉体的な嫌悪感は、人間の美意識がいかに相対的で表面的なものかを突きつけます。肉体の醜悪さが道徳的欠陥と結びつけられることで、精神と身体の不分離性、そして人間がその脆弱な肉体とともに本質的な欠陥を抱えていることを示唆しているのです。そして、悪な記号欲と野蛮な本能です。ヤフーたちが何の役にも立たない、光る石を奪い合い、隠し持つ執着心は、人間の根源的な欲望、特に貪欲さと物質主義への盲目的な傾倒を象徴します。彼らの醜悪な行動は、文明の皮を剥ぎ取った後の理性を持たない人間の本能的な野蛮さを赤裸々に暴露し、自己制御なき欲望が社会にもたらす破壊的な影響を警告しているのです。ジョナサン・スウィフトの人間嫌悪、つまりミザンスロピーの程度については、18世紀から現代、2026年に至るまで、大きく2つの解釈が対立し、文学的、哲学的な議論の中心となってきました。この対立は、彼の作品の最も深い洞察を理解する鍵となります。一つ目は、絶対的ミザンスロピー説です。スウィフトは本気で人類を憎んでいたという解釈です。1725年9月29日付のアレクサンダー・ポープへの書簡で、彼は、人間は理性的動物、アニマル、RATIONALE ではなく、単に理性を用いる動物、アニマル、RATIONISCAPAX に過ぎない、と述べていますが、この言葉を人間が理性を行使する可能性をほとんど実現できない、堕落した存在であるという絶望的な結論として捉えます。第4部のガリバーが示す狂気、家族に対する嫌悪感、そして馬との会話に安寧を見出す姿は、スウィフト自身の人類への最終的な絶望と幻滅の投影であるとされます。この視点に立つと、作品は人間存在そのものへの救いようのない悲観論に満ちているのです。もう一つは、治療的憤怒、つまりサタイアとしての警告説です。この解釈は、スウィフトが読者を激しく不快にさせることで、人間の傲慢さを打ち砕き、謙虚さと真の理性を促そうとしたというものです。彼は、世間を怒らせるためにこの本を書いたのであり、楽しませるためではない、と語っていますが、これは単なる攻撃ではなく、一種の苦い薬として機能するとされます。この視点では、スウィフトが憎んでいるのは、人間、HUMANITY という概念そのものではなく、個々の人間が持つ、傲慢、PRIDE や、共栄、VANITY といった普遍的な欠陥です。彼の風刺は、人間が自らの堕落を直視し、自浄作用を促すための最終的な警告であり、司祭としての彼が人類の魂の救済を願うがゆえの、深い愛の裏返しであると解釈されます。ヤフーの鏡像は、人類が自らの野蛮さを直視し、偽りの文明の仮面を剥ぎ取るための、痛烈にして究極の救済策であったと言えるでしょう。この風刺の目的は、読者に真の理性と道徳性を回復させること、つまり、ANIMALRATIONALE に近づくよう促すことにあったとされます。この2つの解釈は、スウィフトが当時のデカルト的な理性絶対主義やる層的な、高貴な野蛮人、思想、あるいはロックの経験論といった啓蒙主義の潮流に対し、いかに複雑で多義的な態度で臨んでいたかを示唆しています。彼のミザンスロピーは、単なる個人的な憎悪ではなく、人間の精神と社会の病理を深く見つめ、
その本質的な矛盾を暴き出そうとする哲学的な問いかけであったと言えるでしょう。1726年10月28日の匿名出版後、ガリバー旅行記、船医、後に数隻の船の船長となったレミユエル・ガリバーによる世界の諸辺境の国々への4つの旅についての報告は、発売から1週間以内に初版が完売し、3週間で1万部以上を売り上げる爆発的な販売記録を樹立しました。当時のロンドン市民の間では、誰もがガリバーの話をしていると言われるほどの社会現象となり、そのリアリズムに多くの人々が困惑しました。詩人アレクサンダー・ポープと劇作家ジョン・ゲイは、1726年11月17日付の手紙で、閣僚から下男まで、誰もがこの本を読んでいる。そして誰もが、この本が自分たちを攻撃していると知りながら、それを認めるのを恐れている。と当時の熱狂と作品が持つ危険性を伝えています。ジョン・アーバスノット博士は、ある老人が地図を持って、リリパット、子供の国がどこにあるかを探していたという逸話を報告し、この物語の疑似写実主義がいかに当時の読者を騙し、作品世界に引き込んだかを強調しました。しかし、その成功の裏で、同時代の批評家の多くからは激しい拒絶反応も示されました。特にレディ・メアリー・ウォートリー・モンタギューなどの社交界の女性たちは、人間を汚物まみれのヤフーとして描き、馬織性的な存在として描いた第4編に対し、人類に対する侮辱、不潔で嫌悪すべき描写として強い不快感を表明しました。これは、当時の社会が共有していた人間の尊厳や美意識に対するスウィフトの挑戦がいかに根本的であったかを示しています。当時の分断は政治的、宗教的対立が激しく、ホイッグ党とトーリー党のイデオロギー的相違が作品解釈にも影響を及ぼしていました。スウィフトの作品は特定の政党だけでなく、人間の普遍的な欠陥を突いていたため、その痛烈な風刺は多くの人々に自己反省を強いるものであり、それがゆえに強い反発と同時に熱狂的な支持を生んだのです。ガリバー旅行記は後世に多大な影響を与えました。スウィフトが確立した冷静で客観的な文体を用いながら痛烈な皮肉を浴びせる手法は、SWIFTINSATIRE、スウィフト風風刺と呼ばれ、文学史上の一つの到達点となりました。彼の作品は、単なる批判に止まらず、読者の視点を相対化し、自己認識を揺さぶる独創的なレトリックを駆使していました。フランスの啓蒙思想家ボルテールはスウィフトを高く評価し、1752年の哲学的短編、ミクロメガス、MICROMGAS において、巨大な宇宙人が地球を訪れるという設定を用いるなど、ガリバーの手法、特に視点の相対化のテーマを継承しました。この視点の転換は、宇宙における人間の矮小さと人間の文明が持つ傲慢さを浮き彫りにする強力な手段となりました。また、1984年の著者ジョージ・オーウェルは、1946年のエッセイ、POLITICSVS、リテラチュアでスウィフトの政治的洞察力を分析し、権力の本質を見抜く視点が現代政治の批判に不可欠であることを認めました。オーウェルは特に、ラピュタの描写に見られる科学技術の暴走と、それによる社会の監視、支配の予言的側面を高く評価しています。ラピュタ、つまり空飛ぶ島の描写は、科学技術が暴走するディストピア文学の先駆けとされ、H.G. ガリバー旅行記が、子供向けの物語という誤解を広く招くようになったのは、主に19世紀のビクトリア朝時代以降の現象です。この時代に入ると、教育的配慮、特に児童教育における道徳的、倫理的基準の厳格化から、スウィフト特有の排泄物にまつわる描写、性的な風刺、そして激しい政治批判や人間嫌悪が削除された、子供用簡略版、BOWDLERIZATION
が大量に発行されるようになりました。トーマス・ボウドラーがシェイクスピア作品から不適切な部分を削除したことにちなんで名付けられたこの改変は、作品の持つ毒性を意図的に希釈し、純粋な冒険譚へと変質させるものでした。1850年代以降、モートンやアーサー、ラッカムなどの著名な挿絵画家たちが、子供国リリパットと巨人の国ブロブディンナグの冒険を色彩豊かに、そして愛らしいキャラクターとして描いたことで、奇妙な国を巡る楽しい冒険旅行というイメージが定着しました。これらの挿絵は、作品の表面的な楽しさを強調する一方で、その真相に込められた痛烈な批判的メッセージを覆い隠す役割を果たしました。特に、科学批判が主眼の第3編、ラピュータなどが登場する部分や、人間嫌悪、つまりミザンスロピーが極まる第4編、フイヌムの国での出来事は、子供には理解しにくい、あるいは不適切であるとして、物語の脈絡を核としても省略されることが一般的でした。これにより、作品全体の哲学的な深みや社会批評としての鋭さが大幅に失われ、単なるファンタジーとして消費されるようになったのです。さらに、1939年のフライシャー、スタジオによる長編アニメ映画、ガリバー旅行記をはじめとする多くの映像化作品が、ガリバーを英雄的な冒険家として、リリパットをファンタジーの世界として描いたことが、現代におけるこの誤解を決定的なものにしました。これらのメディアは、原作の持つダークなユーモアや辛辣な風刺を排し、完全懲悪の分かりやすい物語へと単純化することで、作品の真の意図からさらに遠ざかる結果を招いたのです。2026年現在、現代社会におけるガリバー旅行記の再評価は、その予言的な洞察と普遍的な適用性によって、かつてないほど深まっています。スウィフトが描いた風刺は、300年前の社会問題を超え、現代の複雑な課題に対する鋭い警鐘として響き渡ります。第3編に登場する、実生活に役立たない研究に没頭する、ラガドのアカデミーは、現代のデータ至上主義、ビッグデータ解析の変調、あるいは倫理を置き去りにした科学技術の暴走に対する強烈な予言的風刺として再読されています。AI 開発における倫理問題、バイオテクノロジーの進展、あるいは実社会の貧困や格差を無視した、ただ論文数や特許数を競うようなアカデミズムの弊害は、ラピュタの科学者たちが現実から有利して抽象的な理論に端的する姿と見事に重なります。ゆで卵の殻をどちらの端から割るか、という些細な問題で内戦を繰り広げるリリパットの小端派と大端派の対立は、現代の SNS 等で見られる極端な政治的、宗教的分断、アイデンティティ政治における不毛なイデオロギー闘争のメタファーとして活用されています。本質的な問題解決ではなく、表面的な差異や感情的な対立に固執し、社会全体を疲弊させる現代の状況を、スウィフトはすでに300年前に見抜いていたかのようです。ガリバーが新天地に到着するたびに、その土地を英国王の領土として宣言しようとする態度は、ポストコロニアリズムの視点から植民地主義と帝国主義的な傲慢さの批判テキストとなっています。現代においても、国際社会における覇権主義的な振る舞いや、文化の多様性を無視した一方的な価値観の押し付けは、ガリバーの行動と深く共鳴します。また、報告書形式を取りながら、語り手であるガリバー自身の精神状態が次第に不安定になっていく、信頼できない語り手という構造は、情報が氾濫し真実が不明瞭な現代のポスト真実、ポスト、トゥルースの状況と重ね合わせられます。何が客観的事実で、何が個人的な認識や歪んだ情報なのか、読者は常に疑念を抱きながら読み進めることを強いられます。スウィフトは、権力による情報の操作やフェイクニュースの拡散といった現代的な問題に対し、批判的な視座を提供するだけでなく、私たち自身が情報を受け取る際の脆弱性をも指摘しているのです。第4編に登場する、理性を持たず本能のままに動く、ヤフーは、
現代社会における過度な消費主義の果ての倫理観の欠如や、匿名性に隠れた攻撃性、環境破壊を顧みない強欲な人間の姿と重ね合わされ、人間性の根源的な欠陥を問い続けています。ガリバー旅行記は、その表面的な冒険物語のベールを剥がせば、人類が長年にわたって築き上げてきた文明や社会制度、そして何よりも人間自身の本質に対する壮大なスケールでの告発と批判の書であることが明らかになります。スウィフトは人間を理性的動物 animalrationale ではなく理性を用いる動物アニマル rationiscapax であると定義しました。本作はこの定義に基づき理性を持ちながらもそれを悪行や虚栄のために用いる人間の欺瞞を暴き出しています。巨大な巨人、つまり道徳的優位と矮小な子供、つまり卑俗な野心を対比させることで人間の認識がいかに相対的で不完全であるかを突きつけているのです。フイヌム国のヤフーの姿は教育や文明という皮を剥ぎ取った後に残る人間の野蛮な本質を映し出す鏡です。ガリバーが帰国後、自分の家族をヤフーとして嫌悪し、馬小屋で過ごすという結末は、真理を知った者が陥る絶望と、理性の限界に対するスウィフトの究極の問いかけであり、人間が真の理性へと到達することの困難さを象徴しています。彼のミザンスロピーは、単なる嫌悪ではなく、人間という存在への深い絶望から生まれた、最も慈悲深い治療的奮闘であったと言えるでしょう。スウィフトが友人のポープに宛てた書簡で、世界を喜ばせるためではなく、憤慨させるために書いた、と述べている通り、本作は人類の虚栄心を完膚なきまでに破壊することを目的としています。リリパットでの政治風刺、ブロブディンナグでの道徳風刺、ラピュータでの知性、科学風刺、そしてフイヌムでの人類存在そのものへの風刺という4つの階層で構成されたこの重層構造こそが時代を超えて読み継がれる理由です。この作品は時代や文化を超えて繰り返される人間の愚かさ、虚栄、そして権力への執着を解剖した人間性の解剖学であり、出版から300年を経た2026年の現代社会においてもその有効性を全く失っていません。テクノロジーの進化や政治的混迷が深まる中で、スウィフトが描いた理性の不在と権力の滑稽さを再評価することは、私たちが自分たちの文明を客観視するための最も強力な処方箋となります。その毒は、私たちが自らのヤフー性を直視し、よりましな人間を目指すための解毒剤としての価値を永遠に持ち続けるでしょう。スウィフトは人間が自己認識を深めるためのサイト剤であり、自己反省を促す苦痛を伴う治療法を提供したのです。スウィフトは単なる攻撃ではなく、読者を物語に引き込みつつ背後から刺すような多層的な風刺技法を駆使しています。彼の最も巧妙な手法の一つは、視点の転換にあります。ガリバーが巨大な巨人、ブロブディンナグから見れば不潔で滑稽な虫のような存在であり、理性的な馬、フイヌムから見れば劣等な獣、ヤフーであると定義されることで、読者は人間が万物の霊長である、という自明視された傲慢な前提を根底から崩されます。この徹底した相対化は、人間の自己中心的な視点がいかに限定的で歪んでいるかを痛感させます。主人公レミユエル・ガリバーは当初は至って平凡で理性的かつ愛国心旺盛な人物として描かれます。しかし彼が自身の故郷であるイギリスの政治制度や軍事力を自慢げに話せば話すほど、それを聞く異国の王からは地上で最も忌まわしい爬虫類と断じられます。この語り手であるガリバー自身の盲目さ、すなわち彼が自らの文化や価値観を絶対視する姿勢こそが、読者に自制を促す強烈なアイロニーとして機能しているのです。ガリバーは、読者にとっての鏡でありながら、
信頼できない語り手として設定されています。彼の認識と世界の真実との間に生まれるズレは、読者に能動的な解釈を促し、物語の背後にあるスウィフトの意図を自力で読み解くことを強いる、メタフィクション的な要素を内包しています。当時流行していた、航海機の体裁を徹底的に模倣し、経度や緯度、船の構造に関する詳細な記述、つまり疑似写実主義を用いることで、荒唐無稽な嘘の中に真実味を持たせ、当時の読者を騙し、油断させたところで社会批判を突きつける手法を取ったことも、彼の風刺の巧みさを物語っています。子供国の綱渡りによる官職選定は、実力ではなく追奨や運で決まる現実の官僚登用制度を極限まで誇張したものであり、滑稽さの中に腐敗の本質を浮き彫りにしています。スウィフトの風刺は、単に笑いを誘うだけでなく、その笑いの中に潜む不穏な真実が読者の心に深く突き刺さるように設計されていたのです。ガリバー旅行記は、他の古典的風刺作品と比較することで、その独特の徹底した人間不信と普遍性が際立ちます。スウィフトの作品は、風刺文学のジャンルにおいて、その過激さと深遠さにおいて得意な位置を占めています。ボルテールのカンディード1759年は、主人公カンディードが最前説を信じて旅を通じて世界の不条理を経験する物語ですが、最終的には庭を耕すという現実的な生活の維持という妥協案を提示します。これに対し、スウィフトは人間そのものをヤフーとして否定し、ガリバーの自己嫌悪と社会からの完全な隔絶という救いようのない絶望を突きつけます。その過激さにおいてスウィフトは群を抜いており、ボルテールが理性的な解決の可能性を模索したのに対し、スウィフトは人間の本質的な欠陥に焦点を当て、希望の光を見出しにくい結論へと読者を導きます。ジョージ・オーウェルの動物農場1945年が、スターリン主義という特定の政治体制を動物偶話として批判したのに対し、スウィフトは特定の政権、当時のイギリス政治を批判しつつも、最終的には人間という種そのものの欠陥という生物学的、存在論的な風刺にまで到達しています。オーウェル自身もスウィフトの影響を強く受けており、特に第3編のラピュタの記述に見られる科学技術と権力の癒着、そしてそれによる社会統制の予言的側面を高く評価していました。スウィフトの風刺は、特定の政治体制を超え、人間の権力欲や欺瞞という普遍的な問題に根ざしている点で、より広範な射程を持っています。トーマス・モアのユートピア1516年が、理想郷を提示して現実社会を批判する点ではスウィフトと共通しますが、スウィフトは第4編のフイヌム国において、一見理想的に見える理性による統治が、実は個人の感情や多様性を完全に排除した冷酷な全体主義になり得る側面までを描き出しています。フイヌムの社会は、嘘や不正がない一方で、感情的な共感や悲しみといった人間的な情動を書いており、個人の自由が厳しく制限された管理社会でもあります。これは、理想郷の追求が、時に別の抑圧を生み出すという多義的な洞察であり、モアのユートピアが提示する比較的素朴な理想とは一線を画します。スウィフトの作品は、人間性の複雑さと、いかなる理想も内包し得る危険性を鋭く暴き出す点で、他の風刺作品とは一線を画す異質な深みを持っているのです。現代の読者がこの過激な風刺書から受け取ることができる教訓は、単なる社会批判に止まりません。それは、人間存在そのものへの深い内省を促し、私たち自身の価値観や認識の限界を問い直すことを要求します。まず、知的謙虚さの必要性です。自分が属する社会の常識や正義が、視点、つまりサイズや生物学的立場が変わればいかに愚かで矮小なものになり得るかを自覚することの重要性を提示しています。ガリバーが経験した世界は、私たち自身の絶対的な認識がいかに相対的で脆弱であるかを教えてくれます。
他者の視点に立ち、自らの常識を疑う能力こそが真の知性へとつながる第一歩であるとスウィフトは訴えかけているのです。次に、理性の限界と感情の共存への問いです。感情を排除し純粋理性のみで生きるフイヌムの姿は一見理想的ですが、親族の死さえ悲しまない冷淡さを持つ彼らの社会は、人間が理性的な動物、ANIMAL、RATIONALE ではなく、理性を用いる動物、ANIMAL、RATIONISCAPAX に過ぎないという、スウィフトによる定義を再認識させます。人間は理性と感情の複雑な相互作用の中で生きる存在であり、感情を完全に排斥することは、人間性を損なう可能性を秘めていることを示唆しています。さらに、傲慢さへの警戒と文明の暴力性への認識です。グロブディン・ナグの王がガリバー、つまり人間の火薬や武器の話を聞いて激しい拒絶感を示したように、人類が誇る文明や科学がいかに暴力性を秘めているかを認識し、謙虚な自己認識を持つことの重要性を促しています。技術の進歩が必ずしも人類の幸福に直結しないというスウィフトの会議は、現代の AI やバイオテクノロジーの倫理問題にも通じる普遍的な教訓です。そして最も深い教訓は、自分の内面にあるヤフー性を直視し、自己受容することです。ヤフーとは、他者の中に存在する卑俗な本能、強欲、偏見だけでなく、私たち自身の内面に潜む動物的な衝動や醜い部分の象徴です。これを否定するのではなく、直視すること。ガリバーが帰還後に自分の家族さえヤフーの匂いがすると嫌悪した狂気は、極端な潔癖さや完璧主義が招く破滅、そして他者への過度な嫌悪が、最終的には自己の精神を破壊することを教えています。真の成熟とは、自身のヤフー性を認識し、それを受け入れた上で、より理性的で共感的な存在であろうと努力することに他なりません。スウィフトは、人間性を徹底的に解剖することで、人間がよりマシな存在となるための苦痛を伴うがゆえに不可欠な道筋を示しているのです。